私の専門は恐竜の繁殖行動です。卵とか赤ちゃんとか恐竜の巣の化石を調べて、恐竜の繁殖がどう進化したかっていうことを調べてます。そもそものきっかけはこれも偶然ですね。私も恐竜が好きで恐竜研究したいって大学生の時思ってたんですけど、じゃあ具体的に何研究するのって言われた時に多分答え詰まったと思うんですよ。恐竜のこと知ってるつもりだったんですけど、じゃあ恐竜の何を知りたいのかって聞かれたら急に答えが出てこなくなるんですよね。で最初の1個自分を背中を押すきっかけを小林先生がくれて、私が大学生の時、大学4年生になると卒業研究って言って研究を始めるんですけど、そのちょっと前に私が大学生で小林先生が指導教員だった時に、小林先生が「卒業研究どうする?」っていくつかテーマあるけどどうするって言っていくつかテーマを挙げてくれたんですね。でその中の一つが恐竜の卵化石っていうのがあって、特に何の今まで興味もなかったんですけども、なんとなくそれ面白そうなのでじゃあそれやらせてくださいって言ったのがそもそものきっかけです。小林先生が説明された時に、中国の広東省で恐竜の卵化石がもう何百個何千個と見つかっているところがあって、そこまだ全然研究されてないからそれ面白いかもよって話してて、恐竜の繁殖行動を探ることで恐竜たちの暮らしぶりが分かる、進化が分かるっていう、すごい世界が広がってたんですね。だからそれがすごく私にとってはすっごい大事な一歩で、それを卵を通して恐竜の世界を見ていくっていうことができたのが本当に良かったなと思います。で特にまだあんまり研究がされてない分野だったので、こんなことも分かってない、あんなことも分かってないっていう、研究すればするほど分かってないことが分かってきたんですね。だったらじゃあ自分が調べようっていう原動力にもつながるし、いまだに解き明かせてない謎がいっぱいあって、まだこれから挑戦していきたいなと思ってますね。私が大学3年生の秋に中国の恐竜研究者のジュンチャン・ルー博士っていう、当時すごい新進気鋭の先生がいて、その先生が北海道大学に客員教授として3ヶ月ほど滞在されたんですね。小林先生がお招きして、でその時に恐竜の卵中国でたくさん見つかるので、ちょっと卵化石をいくつか、持ってきてくれたんですね。で君こういう化石ちょっと研究してみたらどうかっていうふうに渡してもらって、卵の化石の本当に小さな破片なんですけど、それが卵化石手に取る最初の瞬間だったと思うんですけど、初めて見た時は卵の殻なんですけど八つ橋みたいな京都のお土産の柔らかい生八つ橋じゃないです。硬い瓦みたいな感じになってる八つ橋っぽいなって思いました。色も殻の厚みも表面のちょっと粉っぽい感じもそっくりなんですよね。だから中を卵だけど卵じゃないみたいでちょっと面白いなって思いました。恐竜の卵は本当にいろんな大きさがあって、一番ちっちゃいものだともう親指の第二関節ぐらいのちっちゃいものから、大きいものだと長さ50センチぐらいのラグビーボールみたいなぐらいのものまであります。体の大きさと比例しています。当然小さい恐竜は小さい卵を産んで、大きい恐竜は大きい卵を産みます。ただそれから外れることもあって、体の割に大きい卵を産むっていう、もちろん現在の鳥でもそういうのがいますけれども、恐竜の中にもそういうのがいたりもします。鳥って恐竜よりもずっと体の割に大きな卵を産んでるんですよね。鶏の卵って60グラムぐらいですけど、恐竜からしたらサイズの鳥が大きさの卵を産むってかなり巨大ですね。
で恐竜ってそんな大きな卵実は産めなくて、多分鳥に近い恐竜はもうちょっとで鳥に進化するぞっていうようなタイミングの恐竜って多分そういうでっかい卵をおそらく産みたいっていうか進化の流れとしてだんだん産もうとしてくるんですけど、それができないんですね。なぜかっていうと、恐竜は骨盤の骨の形がちょっと鳥と違っていて、大きい卵が産めないような構造になってるんですね。骨盤腰の骨が実は恐竜だとちょっと V 字状になっていて、左右の骨が先っぽでくっついていて、その間を卵が、卵管っていうのが通り抜けるので、どうしても丸い幅のある卵を産むことができないんです、恐竜は。これが鳥に進化すると、その左右でくっついていた骨が開いて、で体の割にかなり大きな卵を産めるように進化するんですけど、恐竜って基本的にはちっちゃい卵を産む動物です。ただ鳥に近い恐竜になってくると、やっぱり体の割に大きな卵を産もうとする試みがいくつか見られていて、幅はもう決まってるので大きな太い卵を産めないので、そうすると前後に長い卵を産もうとするんですね。だからかなり細長い卵っていうのが鳥に近い恐竜では見られるようになってきています。体の割に少しでも大きい卵っていう、ちょっとホットドッグみたいな形の卵ですよねっていうのが出てきて、で少しずつ恐竜の中でも小さな卵をたくさん産んで、数で勝負っていうところからちょっとずつちょっとでも大きい卵を、少しだけ産んで大事に育てようっていう流れが出てきます。でそれが鳥になるとついに、完全に巨大な卵を産んで親が大事に育ててっていうのが出てきます。卵の大きさ形をとっても恐竜たちの進化の流れみたいなのが見えてきて、それにも実はなんか理由があって、そういうところを見ていくと恐竜たちの繁殖戦略っていうか進化の流れっていうのを考えていくことができます。爬虫類の卵って想像すると、まずウミガメの卵の産卵シーンを皆さん想像してもらうと、なんか地面に穴が掘ってあって、そこにポコポコって卵がランダムに産み落とされていくっていうようなイメージがあると思います。恐竜の中でもそういうふうな産み方をするのもいるんですけど、ものすごい規則的に卵を、産む仲間もいます。オビラプトルの仲間でダチョウみたいな恐竜で、彼は細長いホットドッグみたいな卵を円状にドーナツ状に産むっていうことが知られてます。これ卵がなんていうかな、細長い卵がちょっと中心部分を向くようにして丸く円を描くように卵が産み落とされます。これ一体どうやって産んでるんですかって時々質問されるんですけど、おそらくこのタイプの恐竜は2個ずつ卵を産むことができて、1日2個卵を産んで、次の日かあるいは何日か後にその隣にもう2個産んでっていうふうにちょっとずつ巣を完成させていくんですね。でぐるっと一周して、1周か、実際は23周してるんですけど、で1個の巣が完成するっていう、本当に芸術的な、すごいよくこんなに綺麗に卵を産むなっていうのが化石として本当にそのままの状態で見つかります。体の大きさってすごい生き物にとっては重要で、卵が大きくなればなるほど殻は分厚くしないと卵を産み落とした時に割れちゃうし、簡単にポロッと割れちゃったりするので、殻の厚みが相対的に分厚くなっていくとか、そうすると今度二酸化炭素を出して酸素を入れてみたいな穴の数とか大きさもやっぱり再計算していかなきゃいけないので、大きさによる変動っていうのはすごく重要ですね。ちっちゃい卵、大きい卵、ただのコピーっていうわけではないです。殻の構造とかそういうことですよね。いろんな違いがあります。まず卵を地面に埋めるタイプの恐竜と、親が卵を温める、要は地上に卵を産むタイプでは、卵の殻に開いている穴が違います。硬い殻を産む動物には絶対にちっちゃな穴が開いてるんですけど、鶏の卵もよく見てみるとちっちゃい穴がいっぱい開いてます。これ中の赤ちゃんが息をするための穴で、二酸化炭素を出して
酸素を取り入れてっていう呼吸のための穴で、穴があるってことはそれだけじゃなくて卵の中の水分がどんどん外に逃げていっちゃうっていう問題もはらんでいます。だから卵ってほっとけばどんどん乾燥していくわけで、卵に穴があるから穴がたくさんあればあるほど卵の中の水分はどんどん素早くなくなっちゃうわけですよね。で卵を地面に埋める恐竜っていうのは穴だらけになってます。地面の中って別に水分がたくさんあって湿度が高くて水分損失ってそんなに気にする必要はなくて、むしろ酸素が少ない環境、空気が少ない環境だから穴をいっぱいにするんですね。一方で抱卵する恐竜っていうのは地上に卵を産むのですごい乾燥した空気の中に卵を産み落とすので乾燥に強い穴の少ない卵になります。だから卵の殻を調べると穴の数とか大きさみたいなのを見ていくと卵を地面に埋めたのか、あるいは、親が卵を温めたかみたいなことが分かってきます。もちろんそれだけじゃなくて他にも恐竜の卵の色も最近では分かってきたりしますし、さっき言ってたイボイボみたいな特徴があったりとか、結構恐竜の卵っていろんな特徴があるんですね。でその全てに答えがまだ見つかっているわけじゃなくて、一体どうしてあるのかっていうことがまだ謎なところもたくさんあります。そういうのを一個ずつ調べていくと、パズルのピースみたいな感じで一個ずつ答えが出てきて、で全体としてその繁殖方法みたいな大きなパズルの絵が描けていくわけですよね。だから私たちがやってることって今ちょっとずつパズルのピースを集めてる段階で、最終的にはなんか大きな絵が見てみたいと。で今もう本当に、全然穴だらけのパズルを今作ってる最中です。この前ラジオで聞かれましたね。すごい面白いいい質問ですよね。鳥になると遺伝子でもう性決定されているんですけども、ワニだと実は巣の中の温度によってオスメスが決まると。なんか温度がレバーをオスに行くかメスに行くかのレバーみたいなものがあると思っていただいて、それが切り替わってオスメスっていうのが決定されるっていうのがあります。じゃあ中間の恐竜はどうなのかって思うんですけど、ここでポイントなのはワニが卵を地面の中に埋めていて、鳥が自分の体温を使って卵を温めるっていう点ですね。鳥の場合は体温を使うので基本的に卵の温度っていうのはずっと一定になります。それほど振れ幅がなくて、だいたい37、8度前後で卵を温めることができます。そうすると巣の温度によってオスメスが変わるっていうのは鳥だとおそらくできないんですよね。常に卵の温度は一定だから。となると卵を地面に埋めて地面からの熱を利用して卵を温めるワニでその温度による性決定がなされるならば、恐竜でも卵を地面に埋める動物であればワニ型の性決定がある可能性が高くて、で今度オビラプトルとか羽毛恐竜、鳥に近い恐竜で抱卵してたとなると、遺伝子による性決定が鳥型の性決定がされた可能性が今度出てきますね。これを検証する方法は今のところ見つかってないです。どっちこの私が言ったことが正しいかどうかっていうのはわからないので、将来の研究者の方が解明するか私がいつか発見したいんですけどしてもらえるといいと思います。でもこれってすごく重要で、今この例えばどうやって性決定がなされてたかっていう謎はまだ誰も分かってないわけですよね。で誰も分かってない謎っていうのは2通りの理由が考えられて、一つは本当に分からないからもうタイムマシンでもない限り正解にはもう絶対たどり着けないっていう謎と、もう一つやり方手法を開発できてないから分かってない、あるいは研究してないから分かってないっていうもう一個の謎があるんですね。もしかしたら後者の謎の可能性が
あり得るんですね。だとしたら私たちからしたら締めたもので、なんか正解のルートさえ見つけ出せばもしかしたら分かるんじゃないかと思います。そういうのが私すごい興味があって、いかに解けてない謎を解き明かすか、新しい手法を見つけ出すかっていうのがすごく恐竜研究してる醍醐味だと思うんですけど、謎解きみたいな、それがすごく楽しいですね。これ私は逆になんで恐竜鳥の系統で赤ちゃんをそのまま産む種類が生まれてこないのかなって時々考えます。それ本当にすごいその通りで、それぞれやっぱり利点があるんですよね。卵で産むと早い段階でメスの体内から赤ちゃんを体外に出すことができるので、例えば鳥なんかだったら空を飛ぶのに体が身軽になるから飛べるし、本当に敵が来た時に自分が逃げるっていうことを優先できるわけですよね。だから親と子を切り離すっていうのは一個戦略の一つです。逆に哺乳類はもうお腹の中で大事に育てて、確かにリスクは出てくるんですけれども、そうすることによって大きくある程度育った赤ちゃんを産むことができるし、親子のつながりが出てきて、それもまた社会性につながってくると思うんですけども、いくつか利点が出てきます。恐竜は私胎生の恐竜がいてもいいんじゃないかなって思うんですけど、見つかんないですね。どういうわけか、ワニ、恐竜、鳥類、種竜類っていうグループでは一度も胎生が進化してきてないんですね。そのトカゲとかヘビとかちょっとまた別の種類の爬虫類だと、胎生っていう赤ちゃんを直接産むスタイルって100回以上独立して進化してんですね。だから爬虫類では別に珍しいことではないんですけど、なぜか恐竜のグループだけは絶対に卵を産むっていうのがあります。この謎はまだ正直によく分かってはいないと思いますね。赤ちゃん化石も見つかってます。これ本当に稀で、そんな簡単には見つからない、もう本当に何千個とか何万個に1個ぐらいの割合だと思うんですけど、そういう化石が見つかっている例もあります。胚化石っていうんですけど、生まれる前の卵の中の赤ちゃんの骨の化石っていうのが見つかる例があります。これ何が重要かっていうと、卵化石ってそれだけで見つかってもどの恐竜が産んだかっていうのは分かんないんですよね。卵が見つかってでも何の恐竜か分かんなかったら結局意味がなくて、そういうすごく稀だけど中に赤ちゃんが入ってるのが見つかると、このタイプの卵はこの恐竜のものだったんだっていうのが初めて分かって、で親と卵の紐付けができて、そうすると卵化石だけ見つかった場合でもこのタイプの卵はこの恐竜のものだっていうのが分かってきて、私たちが研究に使えるわけですね。恐竜も、全ての大陸から今の全ての大陸から見つかっていて、南極大陸からも恐竜化石が見つかってるんですね。で北だと、シベリアとかアラスカからも恐竜化石が見つかってます。だからもう地球上のかなり隅々まで恐竜っていうのは進出してるんですけど、今よりは白亜紀恐竜時代気温は高かったので今ほど寒い厳しい環境っていうわけではなかったんですけども、それでも北極域とか南極域って夏場は日が沈まなくて冬場は太陽が昇らないっていう、かなり過酷な環境だったことには変わりがないので、恐竜たちにとってもすごく大変な環境だったと。でもそういうところに適応して暮らしてたわけですよね。その質問まさに私も疑問に思って、大学院生の時に疑問に思って、アラスカで恐竜が見つかってるんだったら一体どうやって彼らは卵を温めていたのかと、そもそも恐竜って爬虫類じゃなかったのかと思うんですね。で実際卵の殻の化石もシベリアから見つかってるんですね。ハドロサウルス類っていうカモノハシ恐竜、カムイサウルスとかパラサウロロスみたいな恐竜の仲間とか、トロードンっていう小型の鳥に近い羽毛恐竜の卵殻化石が見つかっていて、でよくよく調べていくとうまいことそんな厳しい環境でも卵を温めていたことが分かってきたんですね。鳥に近いトロードンだと
親が抱卵して卵を温めるっていう行動をとっただろうってことが卵の殻の化石から推測できます。それからカモノハシ恐竜、でっかいハドロサウルス類の恐竜は自分で卵を温めることができないので、地面の熱を利用して卵を温めなきゃいけないんですけど、地面の熱で卵を温める方法ってそんなに多くはないんですね。皆さん地面の中に手入れてあったかいなって思うことってそんなないと思うんですけど、夏場だったらなんか砂浜とか暑って思う時があるかもしれないですよね。そういう時は太陽の熱で地面が熱せられてっていうことはありえるんですけど、北極域でそんな地面が熱くなるってことはまずないです。そうすると考えられる方法っていうのは地熱か、温泉とか火山の近くの熱せられた地面に卵を産むか、あるいは植物の発酵熱って言って植物が腐る時に微生物の分解の働きによって発酵熱を出すことがあるんですね。それによって地面が温められるということがあります。でよくよく北極域の恐竜の卵化石を調べていくと、地熱の証拠はないと。そうすると植物の発酵熱を利用していただろうってことが予想できるわけですね。でこの方法だったら、多少涼しい環境でも当時の白亜紀でも、利用できるってことが分かっていて、おそらくハドロサウルス類は植物をたくさんかき集めてきて、それが腐る熱を利用して卵を温めてただろうって予想できます。いい部屋どこ？お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しは検索より相談だ。エイブル。これ本当にすごいこの工夫がすごいなと思いますけど、逆にそういう工夫ができた恐竜だからこそ北極域に進出することができて、そういう手法を持ってない恐竜はやっぱ寒い地域には進出できないんですね。だからずっと暖かい地域で繁殖を行っている恐竜がいて、で寒い地域にも移動できる恐竜っていうのはもっと生息域を拡大できてみたいな話ができて、そうして見ていくと繁殖行動だけでも恐竜たちの生息地分布みたいな、恐竜の放散みたいなのも議論できるようになって、恐竜たちがいかに活動域を広げていったかみたいなことも見えてきます。そうです。その恐竜にとってそれが最適なやり方なんでしょうね。おそらくどっちが優れてるとかどっちがいいっていうやり方ではないです。地面の中に卵を産んで産みっぱなしっていうタイプは基本的にはたくさんの卵を産みます。でもそれ親にとってはそんなにエネルギーのかかることではないので、たくさん卵を産んでさえいれば、そのうちの何頭かが大人になればいいっていう考え方ですね。でも手厚い保護する恐竜、卵を温める恐竜っていうのはそれなりに親には労力がかかるわけですね。これ結構大変なやり方です。どっちがいいかって別に決められるものじゃないし、どっちも優れてるやり方で、それぞれがそれぞれの生き様に適合してるやり方なんですよね。でこういうのを繁殖戦略って言ったり、もうちょっと広い言葉で言うと生活史戦略って呼んだりするんですけど、その生き物の生き様みたいなのが見えてくると、その彼らの進化傾向みたいなのが読めて、恐竜たちは一体どんな生き物だったかっていう、答えを考えることができるというわけですよね。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しはエイブルエイブル。お部屋探しは検索より相談だ。